ご視聴ありがとうございます。今回は、都営大江戸線と浅草線の連絡線を追いかける動画、後編です。都心に掘られたトンネルだけでは解決しなかった課題を解決するために導入された新兵器と、車両の保守を担う施設の意外な歴史、そして夜に繰り広げられる光景にも注目です。あの光景が間もなく見られなくなる理由とは、一体何なのでしょうか。新橋から3駅、京急線と接続する泉岳寺に到着です。ここで路線は分岐し、京急線が日中5分間隔なのに対し、西馬込方面は10分間隔と、輸送量の少なさが目立ちます。なお、日中は半分が泉岳寺西馬込間のみの運用です。本数も少ない上、西馬込が他の路線と接続しない駅ということもあり、行き先表示で見かけることはあっても行ったことはない人も多いようですが、浅草線の車庫は西馬込にしかないので、運行上は非常に重要な駅です。新橋から9駅、浅草線の終点、西馬込に到着です。泉岳寺寄りに改札への動線はないので、ホームの前方へと移動します。西馬込は、相対式2面2線の構造。かつてはこの先に線路を伸ばす構想があり、それを踏まえたものでした。延伸構想が立ち消えになった際、一面2線の島式として建設することも検討されましたが、車両基地も絡む設計を見直すには追加の用地買収が必要なことなどから見送られ、現在に至っています。南口改札を出ます。馬込車両基地は、西馬込駅のさらに先にあります。必要な土地を一箇所で確保できなかったことから、かつては駅を挟んで反対側、地図の右上に旧馬込車両工場がありましたが、2000年に組織が統合された後、2004年までに建物などが集約され、丸ごと廃止されました。また、これら2つの工場と西馬込駅の関係性、そして浅草線の最初期の計画に消えたもう一つの駅を取り上げた動画もありますので、概要欄から見てくださいね。南口から国道を進み、車両基地を目指します。300メートル余りの場所で、道路の横に歩道橋が姿を見せます。階段だけでスロープもありませんが、反対側への近道となっており、自転車を抱えて登る人もいます。その途中からは、西馬込駅とを結ぶ単線の線路が見えます。そしてその奥には、1編成だけになった都営5300型が留め置かれています。2月のダイヤ改正を機に引退する説もありましたが、予想に反して今でも走っています。この車両基地は全体が地上にある上、真上を跨線橋が横切っているので、施設を見渡すことができます。なお、先ほどの単線から直接留置線に入ることはできません。西馬込駅の駅前地図にもあった画面奥の引き上げ線で折り返す必要があります。駅とを結ぶ線路が単線である一方、引き上げ線を2本用意することで列車本数を確保しています。この引き上げ線の存在や、これまで見てきた西馬込駅の構造はいずれも今回の話に関わってくるものです。そして注目すべきは、跨線橋をさらに進んだ先にある車両工場の横にある線路です。この留置線には、大江戸線の線路で見かけるリアクションプレートがあります。そしてこの線路、架線柱が他とは別個になっています。向かって右側にある架線柱は、なんだか独特な構造。そう、大江戸線の高さと浅草線の高さを切り替えられるのです。整備を終えた大江戸線の車両が線内に戻る前に自走できることなどを目的とした特別仕様。また、浅草線の営業線にはリアクションプレートがないため、プレートが見られるのはここだけ。車両基地ならではの光景が目白押しです。そしてこの裏側にある別の留置線に、見慣れない車両が留め置かれています。一目でわかる、浅草線の車両よりも小さいサイズ。そう、この車両こそが、大江戸線の車両の保守に欠かせない秘密兵器です。このごつい見た目の車両は、E5000 型。同じものが2編成あります。浅草線の乗り入れ各社が関わる協定に従い、5000番台が付けられました。一方両線を走るため、車両のカラーリングは、両線のラインカラーの中間の色となっています。扱いは電気機関車で、整備のために改装される大江戸線の車両を牽引します。連結と切り離しは汐留駅横にある安野留置線で行うため、汐留駅にもともと計画されていた2本の留置線は、建設時に長さが20メートル延長されました。連絡線が建設中だった2005年3月に完成し、各種試験を経て、
大江戸線の車両を牽引する役目が始まります。そして規格が異なる両線を走行するため、この機関車の使用は非常に特徴的です。浅草線内にはリアクションプレートが設置されなかったため、この機関車はリニアモーター駆動ではなく、一般的な方式で走行します。最大 48.5 ミルの勾配を含む連絡線を、動力のない大江戸線の8両編成を連結して走れるモーターを積んでいます。各線の車両との比較がこちら。前後は大江戸線のトンネルでも走れるよう、12000型と同じ。一方、一般的な方式で走行するために台車はそれほど小型化できず、床面は大江戸線の車両より高くなり、全体として腰高な見た目になりました。両サイドを上まで張り上げて肩を斜めにカットすることで、機器類の搭載スペースを確保しています。正面の窓もなるべく大きくするために左右上方が斜めになっており、苦労の跡が伺えます。ただし元のサイズが小さいため、天井の低さは解決できず、車内はかなり窮屈だそうです。なお、普段はこの場所に留め置かれていますが、時々場所が変わることがあります。浅草線の車両と並ぶとこんな感じ、サイズの違いがよくわかります。車両自体は2両1組であり、制御装置、補助電源装置、空気圧縮機などは各社にあるものの、運転台が片側にしかないので、ばらして運転されることはありません。また、大江戸線規格の車体で両線を走行するため、パンタグラフは大江戸線用と浅草線用がそれぞれあり、西馬込側の車両に浅草線用を2つ、反対側に大江戸線用を1つ、屋根の出っ張りをなくして確保したスペースに搭載しています。浅草線用が2つあるのは、架線と屋根の距離が長く、パンタグラフが架線から離れがちになるのを補うためでしょうか。両線の接続点では架線の高さが変わるため、前編で取り上げた連絡線のうち、浅草線寄りの120メートルに高さ調整エリアがあります。そしてもちろん、無線装置や保安装置も両線に対応したものがある一方、実は連結機は高さを変えることができ、両線の規格に対応しています。ライトの内側にある黒いものもライトであり、連結機を照らすためのようです。通常は浅草線の車両と連結することはないだけに、この連結機がどう活用されるのか、気になるところです。なお、この機関車自体の整備はここではなく、遠く離れた京急線の久里浜工場で行われており、深夜に改装されています。連絡線の建設に加え、この機関車を導入したことで、大江戸線の車両を直接工場まで送り届けられるようになりました。連絡線やこの機関車もかなりのコストがかかっているようですが、検査のたびにトレーラーで運んだり、大江戸線の車両や浅草線の設備を改造したりするよりも、長い目で見れば安上がりなようです。そして、E5000 型をご紹介した後編は、これでおしまいではありません。日が沈んだ後、再び馬込車両工場に到着です。ライトで敷地内が照らされており、歩道橋も昼間とは違った雰囲気です。そして工場の横の留置線に、大江戸線の車両が停車しています。隣に並ぶ浅草線の車両よりサイズが小さい上、側面の上の方が内側に曲がっており、高さの低い台車と合わせ、ミニ地下鉄の特徴がよくわかります。室内灯はフル点灯ではなく、一部は消灯しています。明るさが足りないのが残念ですが、大江戸線の車両の機器を地上で見られる機会は、この時だけです。そして E5000 型は、1編成しかありません。そう、すでに大江戸線の車両との並結を終えた E5000 型は、留置線の一番奥に待機しているのです。この日の深夜、検査を終えた車両が大江戸線へと改装されます。工場から西馬込駅までは一旦スイッチバックするため、機関車を最後尾につけて発車し、引き上げ線で折り返してから西馬込駅に入ります。入場時は工場付近で、出場時は工場付近と連絡線の入り口手前で機関車が最後尾になる推進運転が行われます。浅草線用の巨大パンタグラフを上げ、すでに準備完了です。このカットから、大江戸線の車両のパンタグラフは下がっており、E5000 型のパンタグラフのみが上がっているのがわかりますね。E5000 型からブレーキ関係や制御に必要な電源などが供給されるほか、インターホンやブザー回路が接続され、相互に連絡が取れるようになっています。牽引される大江戸線の車両は、モーターも動作しません。そしてここで西馬込駅に戻り、機関車牽引列車を待ち構えます。一番線ホームから線路を見ると、機関車用の停止位置目標があります。機関車のみで走行することもあるため、
それぞれに対応したものがあり、兵が並結、単が単機を示しています。2番線にも同じものがあります。こちら側は営業列車とは微妙に位置が違いますね。一見すると1個しかありませんが、もう1個は影になっています。西馬込駅の2つの番線は、到着用と発車用に区別されてはいないものの、機関車の場合は廃線や他の列車の運行の都合上、常に左側通行で運行されているようです。そしてホーム端にある時刻表には、回送列車の記載があります。24時5分に2番線から発車するこの列車が、あの機関車が牽引する列車で、発車時刻は曜日に関係なく同じです。2番線からの発車は、23時35分発の京成高砂行き普通が最後。発車案内表示器には、回送の表示が出ています。大江戸線回送列車を除き、これ以降の列車はすべて1番線のみを使うため、京成高砂行きの発車後に2番線の照明が落とされ、2番線へ向かう階段などには赤テープが貼られます。時間問査中。時刻は23時半過ぎ。隣の1番線にやってきたのは、当駅止まりの回送列車。この日の列車は5300型、渋い VVVF インバータの音を響かせながらホームに滑り込みます。この列車は客扱いを終えた後、車両基地へと回送されていきます。この時点ではまだ2番線の照明がついていますが、しばらくしてから照明が消え、ついに例のあれがやってきます。短い警笛を鳴らし、ゆっくりと入線してくるのが、E5000 型が牽引する大江戸線の回送列車です。車体のサイズこそ小さいですが、浅草線も走れる普通の台車を装着しているため、床面の高さはホームとそれほど変わらないですね。サイズの割にアームが細いパンタグラフが異様な雰囲気を漂わせます。その後ろに続くのが、大江戸線の8両編成。車内には係員の姿もありますね。E5000 型の車内には機器類が所狭しと並んでおり、通路も激狭なため、大江戸線の車両の中で待機するのです。そしてそこに、別の車両が到着。23時42分着の、当駅止まりの列車です。この車両は車庫には入らず、23時49分発、泉岳寺行き最終になります。浅草線の車両と比べると、大江戸線の車両のコンパクトぶりがよくわかります。大江戸線の車両の全長は、8両編成で 132.5 メートル。浅草線の144メートルより短いものの、機関車込みだと長くなるので、編成は前後にはみ出しています。なお、この動画では多くの内容をお届けするため、一連のカットは別の日に撮影したものを混ぜています。タイミングによって編成が変わったり、営業列車の運用に矛盾がありますが、ご理解いただければ幸いです。23時49分発の泉岳寺行きに乗り、西馬込駅を後にします。この列車を見送れば回送列車の側面をもっとじっくり観察できますが、行くところがあるため、この列車で西馬込を後にします。目指すはこの3駅隣、戸越駅です。西馬込を発車する営業列車はこれが最後ですが、反対方面の列車は0時半過ぎまで続いているため、機関車が牽引する列車は、営業時間中の浅草線の構内で見ることができます。およそ6分ほどで、戸越駅に到着です。一面2線の島式ホームのこの駅。柱がホームの真ん中にあるため見通しが良く、通過する車両をきれいに捉えることができます。西馬込方面の列車がまだまだ運行されている0時10分頃、奥の列車接近表示灯が点灯し、ついに接近放送が響きます。2番線ご注意ください。電車が通過します。2番線ご注意ください。電車が通過します。黄色いブロックの内側までお下がりください。なんだか不安をかき立てられるこの音。これは回送列車特有のものではなく、通過列車に共通のものです。浅草線内ではエアポート快特の通過駅でも流れており、珍しいものではありませんが、この戸越駅では1日数回しか聞けないものです。いよいよ、E5000 型が通過です。E5000 型は通常の台車を装着している上、機器類を置く床面が分厚く作られているためか、
床面はホームより数段高くなっています。一方、相対式の駅だとあまりピンときませんでしたが、浅草線のホーム面の方が高いため、大江戸線の車両が沈み込むようになっており、高さの違いが目立ちます。通常の間隔でカメラを構えているので、上がガラ空きです。列車は速度を落とすことなく、颯爽と戸越駅を通過です。ただし、機関車牽引列車の撮影場所としては、隣の五反田駅の方が有名です。S 字カーブで綺麗に撮れること、交通の便が良いことが要因のようです。戸越駅では三島込行きしか残っておらず、帰れる場所が限られるのに対し、五反田駅であれば JR 山手線が使えるため、範囲が広がります。駅によって撮り方も色々な大江戸線の改装ですが、この光景が見られなくなる日が近づいていることを、皆さんはご存知でしょうか？それが、これまでのカットにも現れています。謎の部材がついたフェンスと、緑色のシートで覆われたホーム端の部分。そう、ホームドアの準備です。浅草線では、各駅へのホームドアの設置が進められています。東京五輪前に4駅に設置された後、順次他の駅でも整備が進められています。そしてこの動画の投稿翌日には日本橋駅で供用が始まり、馬込車両基地には輸送するホームドアを車内に積んだ5300型が待機中です。浅草線のホームドアの整備は乗り入れする会社が多く、車両面の改造が困難なこともあって、すでに完了している他の3線に比べて遅れをとっていますが、初期投資を抑えられる QR コード式のホームドアが開発され、いよいよ弾みがつきそうです。今のところ東銀座から押上に向かって進められていますが、逆方向でも一部の駅では下準備が進んでいます。三島込や五反田ではすでにホームの端がくり抜かれ、場所によってはドアについた QR コードを読み取るための装置も設置されているなど、ホームドアが設置されるまで意外と時間はないようです。ホームドアが設置されれば、この回送列車の特徴であるホームとの段差を強調したカットが狙えなくなります。そう頻繁に運行されるわけではないこの回送列車、ホームドアが設置される前に記録しておきたいですね。ご視聴ありがとうございました。